にちは。こんにちは。天国の黒い天使から今月起きることについてお伝えします。何かの最中に部屋を去ったりします。話し合いの終わらないうちに出たり、または人の仲裁に入ったりします。両方の言い分を聞いて決定を下す。両方の納得する妥協点を見つけることですね。問題解決のために間に入ります。あるいは間に入るような人が現れます。何かあるべきことよりもその前に何かがあります。何かが開催されたり行われる前に何かが行われたりします。今月は物事を先取りすることが良いです。品物をあらかじめ受け取っておくとか、お金を先に受け取っておくとか。そして物事を予想して行動することをお勧めします。そうすることで痛みや厳しさを少なくすることができます。何かを減らしたり緩和することですね。逆もまた誠であるという言葉があります。人からお金を受け取ったり品物を受け取ったりするのを少し猶予するということも正しい。人に干渉したり口出しすることがあったり余計な詮索をしたりされたり、誰にも干渉してもらいたくないですよね。なるべく人のことに干渉するとか鼻を突っ込むのはやめましょう。ただしそういうことがどうしてもあり得るかもしれません。そんな時は音楽とか映画でも見てしまうのが良いかもね。何か楽しいものを見てエンジョイしてくださいね。それに掛け声を人にかけて呼びかけるのも良いでしょう。何かするときによいしょと掛け声をかけたりだとか。誰かに対してしっかりやりなさいよと大声で掛け声をかけてみる。しかしその計画が掛け声をかけただけで実現しなかったりすることもあります。なんとなく空が暗くなったりそんな気がしたりするだろうよ。暗い明かりの中で本を読むことはできないのさ。昔の人ならば子供時代のことを思い出すと戦争時代の暗い思いしかなかったりしたよ。あなたは今、戦争に遭っているわけではないので。今もそうですが将来のことを暗く考えるのはやめるべきだね。もしかして目の前に何か暗い過去を持つ女性が現れたりするかもしれないよ。その人は例えば何かの病気の患者だったりする人かもね。そういう人に対して腹を立てたり怒ったりするようなことはないようにしろよ。またはその人が急に腹を立てたりそういうことがあるかもしれませんが多めに見てあげなよ。きっと感性が鋭くなっていたり繊細になっているのですよ。本当に今月はあんまり人に干渉しない方が良いんだよね。そしてね動かないような静けさの中で物音もしないことを感じてみたり。そんな穏やかさをふと感じてみてくれたまえ。
夜にはそんな静けさがあるよね。もしかするとそれは何か嵐の前の静けさかもしれないよね。良かろうとも悪かろうとも。これから始まるすごい人生の前の静けさかもしれないね。人には定めというものがある。言い換えれば運命だ。国の法律や定めには従わなくてはいけない。それが幸福とか幸せを呼ぶからね。君の今月に幸せあれとお祈りします。そしてなるべく海の幸や山の幸をありがとうございますという気持ちと感謝を込めていただいてくれ。君はこれからさすがに期待されていたような専門家だなと言われるようになり、実によく知っている、そういうことがある。がっかりする必要はないんだよ。後で必ずそれは自分に大きく来るよ。来ますよ。神様は何かを与えたり、授けることができる。それは後にとてつもなく大きくて、もしか何か君に可能性があるのならば何かに挑戦してみたりするのも良いだろうさ。可能性ということを考えてみてください。うまくいく可能性というのは大きいかもしれないな。そう感じるようなことはないですか？君の親や身内がどこかでそれを望んでるかもしれません。公にそれをしますという必要はないです。不言実行ということがありますね。どうか思慮深い判断を下してくださいね。物事はあの人には言わなかったのが賢明だったということもありますから。しかし何かを申し込まれたときは受け入れることも良いでしょう。お給料が下がってしまう人もこのご時世ですから泣きにしもあらずですが、今、世界中がそういう状況にあるという世界の人がみんな痛いという気持ちを忘れないでいてくださいね。あなたが苦しいとき、夜に横になっているときどこかの誰かも同じように苦しいのです。そして神様は常にあなたと一緒に苦しんでる。あなたの苦しみをきっと取り除いてくださる。誰かに自腹を切って自分の費用で夕食をご馳走するというようなこととか、されたり、支払いをするということがあるでしょう。毎月の支払いもあるでしょう。しばらくは苦しい時があるかもしれませんが、心にのしかかる不安とか心配など精神的重圧に対して将来に対する不安とか心配、あれこれと思い悩む恐れ、不安で落ち着けない気持ちになったり、悩み事や心配事それはあんまり心配しなさんな。息子の将来が気になるとかいろんなことを心配しているでしょうか。人間は大抵、なんとかなります。よければ天使の予言も聞いてやってくださいよ。僕は悪魔なんでね。月の終わりになったら僕のところに戻ってきたら良いですよ。そうしたら僕が言ったことが本当だったとわかるはずだから。とにかく今月ね。
何か嫌なことがあったらそんなこと知らないよ。知ったことじゃないね。知らん顔をすべきなんですよ。難しいだろうな人間のあなたには、それじゃ僕が教えてあげますよ。とこ吹く風という言葉を覚えておくことです。想像してみればわかるでしょ。とこ吹く風ですよ。何もあなたに悪魔になれと言っているのではない。医者だってそうしなければ仕事はできないんだよ。とこ吹く風とは、何を言われようとも全く気にかけない様子のことですよ。あなたが天使みたいな人間ならとても難しいだろう。だけどこれには余計なお世話という意味もあるんだ。つまり僕が教えたいのは、あなたが親切に他人に何かしてあげようと思って苦しんだり辛くなったり、それでもしてあげなければと苦しむでしょう。でもね、あなたのしていることは余計なお世話かもしれないんだと考えてみるのもいい。余計なお世話と、どこ吹く風この二つを知っておくのが良いよ。自分には全く関係や関心がないというように、知らん顔をすること。あなたが本当に大切なことに取り組んだりするためには、人に足を取られてはならないんだよ。あなたが本当にすべきことはきっと多くの人々に役に立つことかもしれないじゃないか。何人かの煩わしい人のためにあなたは多くの人を見捨ててはいけないんだよ。だから、一人一人の心や暮らしまですべてを救おうとかあなたが親切にしなくてもよいんだよ。あなたは本当に大切なことをすべきなんだよ。人に邪魔をされるなと言っているんだ。それがたとえあなたがコンビニでジュースを並べる仕事をしてたとしても、それの方が万人を救うことなんだ。あなたが自動販売機に並べたジュースは1本が1円にしかならない仕事かもしれない。だけども、近所の子供が熱を出した時にその販売機のジュースのおかげで、子供や赤ん坊は助かるかもしれない。世の中はこうなんだ。見えなくてもこうなのさ。英雄気取りで人に親切にするのもほどほどにすることだね。もしも万人を救うあなたが体や心を壊したらどうなるよ。すべて水の泡じゃないか。おしまいじゃないか。人に上げ足を取られないで自分のやるべきことをしなさいということだよ。とこ吹く風と大きなお世話ってことを覚えておいてくださいね。人に良い人と思われたいとか、悪い人とか冷たいとか言われたら大変だとか、そんな考えは捨てることだね。以上、天国の悪魔くん。僕からのメッセージでした。でも天使みたいなやつはやっぱり行くんだろうな。確かに他人のことに首を突っ込むことで本当に勉強になったり、良いアイデアを思いつくこともあるのは事実だよ。ふはは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 は。どっちだって、僕は知らないね。